はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月後半のタロットリーディングをさせていただきます。早速いきますね。お願いします。それから今8月中は実はサマーセールをやっていまして、占星術やタロットを勉強してみたい方は私の方が提供しているテキストとか、動画講座が全て 20% オフになっていますので、ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップナイト逆、ペンタクルスナイト、スターの逆とストレングスの逆、フールの逆、逆、カップエース、そしてワンドページとラバーズとオラクルはペンタクルスの4ですね。すごいなんかダイヤルかな、勢揃いって感じですごく強いですね。まずちょっと星の補足説明ですけども、8月の、まだね、後半もまだこの水星の逆行中というのがありまして、少し混乱しやすかったり、考えが行ったり来たりしやすいので、その点だけ気をつけてください。特に8月15日以降っていうのは、ちょっと考えが主観的になってあれこれと悶々としやすいので、あんまりこうずっと考えると沼に入る感じがするのでね、こう切り離して考えるようにしてください。そして8月20日が満月になります。で、この満月あたりっていうのは少しやっぱりエネルギーがピークでモヤモヤしやすかったりするんですけれども、おそらく自分が持ってるものとこれから得ていくものと、なんか奪われるものとか与えなければいけないものとか、もしくは自分がもらうものとか、なんかそういったものに意識がこういきそうだなって感じがします。8月20日ぐらいは。例えば自分はこれだけしか持ってないのに、他の人はこんなにもらってるとか、自分は求めてるのにこれだけしか入ってきてないとか、何か自分に十分与えられていないかのような錯覚が起こりやすいので、みんな与えられてるんですけど、なんか自分だけもらってないみたいな気持ちになったとしたら、これはもしかして満月のエネルギーかもしれないとか思って、いや、十分もらってるんだと、今自分の頭がちょっといろいろエゴっぽくなってるなっていうふうに思ってもらったらいいと思います。そして8月23日からお誕生日迎える方もね、出てくると思います。おめでとうございます。ここからやはり流れ変わりますよね、とっても。すごく自分をしっかりと保つとか、これでいいんだって思えるとか、自分自身にこう光が当たるっていうのは、中には自分の嫌なとこを見るっていう方もいらっしゃるかもしれないけれども、やっぱり恩恵なんですよね。自分を知るということによって、より深く自分を理解して、この自分をもっと喜ばせてあげようとか、もっと自分の好きにさせてあげようっていう風に、エネルギーが高まってきますので、ぜひ好きなように使ってください。そして8月26日とかも楽しいと思いますし、29日になると先ほどの水星逆行も終わりますので、やっと誤解が解けたとか、なんかスムーズにいかなかったなっていうものが、やっとスムーズにいくみたいな、そんな流れになってくると思います。そして、さっき言った20日のね、満月あたりにこう感じた、なんか自分足りてない気がするとか、なんか奪われてる気がするとか、損してる気がするとか、そういった感覚っていうのも、8月29日以降、なだらかになってきます。そんなことなかったんだっていうことを感じると思います。で、カードで見たときに、やはり入り口がカップのナイトの逆ということで、本当はなんか優しくしてあげたいとか、もっとしてあげたいんだけど、でも自分も今これだけしかないんだよねとか、今心の余裕がこんだけしかないんだよねとか、いやいや、いつも私がやってあげてるからこれだけしてほしいみたいな、そういった感覚っていうものが、もしかしたらあるかもしれませんが、この逆位置っていうのを悪く捉える方もいらっしゃるんですけど、私はもうその方が気づきを得ればすぐに聖地になると思っていますので、非常になんだかこの8月末の出来事っていうのは、気がついたら本当に素晴らしい自分を体験できるっていう感じがします。ずっとなんか霧がかかって、気づかなかったらなんだかなっていう風にいく可能性もありますが、カードが示してくれてるのは、せっかくね、ここから夜が明けて、新しい世界が開かれようとしているのだから、で、ましてやそれがもうね、現実になってらっしゃる方もいらっしゃると思うし、それがもしかしたら9月からですっていう方もいれば、10月からですっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、とにかく今自分の環境とか世界っていうのは、
大きく広がろうとしているっていう時なので、もうその広がっている可能性っていうものを信じてやっていけるとしたら、こだわってたことなんてちっぽけなことだよねみたいな感じで悩みを全部置いていくみたいな、そんな感じがあります。で、物事は少しスローペースかもしれませんが、何かやっぱりなんか自分が渡してるとかもらってるとかっていう意識がなんだか強いみたいで、それが現実的にはお金というところに響く方もいらっしゃるかもしれません。例えば、もっと稼ぎたいのに、もっと貯めたい、お金をもっと貯めたいのになかなか貯まらないとか、もっと将来のこと考えてこうしたいけど、どうだこうだみたいな感じで、なくしたくないんだ、貯めたいんだみたいな意識がすごく強いかなって感じがします。で、もちろんそれも大事ですし、お金のことに関して言うと、もうちょっと後、10月とかの方が、お金の運っていうのは強いので、今この8月の末で言われてるのは、自分自身のあり方っていうか、自分自身をしっかりとちゃんと持っててね、みたいな感じ、流されたりとかせずに、卑屈になったりせずに、自分が過去に願ったことって今叶ってませんかとか、今自分が思うようにできてないと思ったとしても、それに携われてること自体が自分の強さだったんじゃないですかとか、今までこだわっていたことってこれから必要ですかみたいな、それを手放すことによって何を奪われると思いますかみたいな、何も奪われませんよねっていうような感じなんです。で、そういった精神的な成長というか、意識の改革の後に、すごい喜びが、純粋な喜びが入ってくるって感じがあるんですね。なので、とっても現れてるって感じがするんです。現れてるのクレンジングされて、自分の純粋なものが、ちゃんと表に出てくるって感じがするんです。ちょっとごちゃごちゃした思いとかね、それが全部現れていく。そして、ゆっくりちゃんと自分の望む方向に行ってますよって感じがします。ここでもなんかラバーとか出てきたり、ここでもカップのエースが出てきてるっていうのは、何か新しい喜びがね、始まろうとしているっていう感じがするんですね。なんかワクワクするとか、まだまだ未知だけど、きっとこれはいい気がするみたいな、そんな流れがあるんだろうなって思うんですね。だけど何か一つをその前にちょっと手放さなきゃいけないみたいなんです。何か一つを。これはプラン B で行こうみたいな感じかもしれませんね。プラン A はこうで、こうなったらいいなって思ってるんだけど、それでダメだったらじゃあプラン B でっていう、プラン B も全然いいですみたいな、そんな感じなんですね。そしてオラクルが言われているのは、やっぱりなくしたくないとか、これだけは守っていきたいみたいな自分のこだわりがちょっと強くなりやすいっていうのがあるので、これ全然失われませんから、全然失われませんから、プラン B でもいいよっていうようなメッセージに私は感じました。ちょっとそれを踏まえた上で、お仕事のことを見させてください。仕事ね。仕事っていう、人生で言ってもすごく広がる時だし、仕事って言ってもやっぱり新しい仕事とかに入っていく可能性が大きいんだけどなーって感じですかね。今カードで見ると、カップの4とワールドのとカップの6っていうことで、やはり前々から考えていたことを、実行に移しますみたいな感じがあります。で、もしかしたらまだ8月の末は、それが現実になるというのは、まだ世界はそこまで完成されてない感じで、もう少し感情的に忍耐が必要みたいな感じがありますね。でも、自分の願いや喜びっていうのはもう見えているっていう感じです。昔願っていたことっていうのは叶いそうな雰囲気がある。叶いそうな香りがしてくるみたいな。でもまだ現実になってませんって感じがするので、おそらくお仕事、もし長く勤めてらっしゃる方とかであれば、今のこの職場の環境にそんなに面白くないって思ったり、いや、ここはいつか辞めるんだって言いながらいつ辞めるか決めてないとか、そういう感じで、淡々とやってはいけるけれども、気持ちは仕事というよりも仕事以外のところに向いているのかなっていう感じがします。そしてまさに今仕事変わろうとしてるんですよとか、何か新しいものに携わろうとしてますっていう方にとっては、もうちょっとで、それ来るんですね、みたいな感じがありますが、今8月末はまだちょっと違うことをやらされているっていうような感じですね。なので、やっぱり飛ぶ鳥後を濁さずっていうかね、しっかりと今の目の前のことをこなしながら、自分が温めてきた思いだったり、喜びっていうものを、ちゃんと感じてねって、そして、ちゃんとタイミングが来たら飛んでいきますからね、みたいな感じがあります。これは状況的に応援されて変化していくよっていうのがあるので、多少のタイムラグがあったとしても、やはり今年の後半っていうのは、もしかしたらその10月っていうのもあるかもしれないし、または10月以降でも、やはり何か
変わるよねって感じはすごくします。なので、今の中でしっかりやってみてください。そしてちょっと人間関係見てみますね。うん。そうね。ソードのページ。ペンタクルスのキング。ペンタクルスの5の逆ということで、なんだか人に関しては、人と接する機会はありそうなんですけれども、なんでしょうね、ご自身がなんか本当に関わっていきたい人を選んでいるみたいな感じがあるかな。誰でも彼でも仲良くしましょうみたいなそんな感じではなく、今自分が持ち合わせてるエネルギーってこれだけだから、それをなんかみんなに与えるというよりも、本当必要な人とだけ話がしたいとか、これからもずっと関われる人とだけ関わりたいんだみたいな形で、ちょっとなんか余計な人間関係っていうのはむしろ切っていきたいみたいな感じがありますね。すごくしっかりとした自立した人とだけ関わりたいみたいな感じかもしれませんね。なので感情を喜ばせるっていうような関係性っていうのは、今あまり求めてないって感じがします。むしろお互いが持ってる価値観や技術や知識っていうものをしっかりと一緒になんか積み上げていける人とだけ関わりたいみたいなね。だからあんまりどっちかというと守りたいみたいな感じかな。うん。そうですね。今このね、8月末のタイミングっていうのは、自分自身がしっかりしましょうねとか、自分をもっと信じましょうねとか、自分っていうものにすごく光が当たるので、やっぱり他者との関係全然ないわけじゃないんですけれども、どっちかというと自分の中の喜びっていうことなんですよね。他者と関わることでの喜びじゃなくて、自分の中にある、ああ、これやってみたかったんだよねみたいな、そういう喜びの方が強くて、むしろ人から余計なエネルギーは奪われたくないとか、余計な関係はいらないみたいな感じがあります。大事にしたいものだけを大事にしたい。なので、昔からの信頼できる人とか、これからもきっと仕事で関わっていくかなとか、そういう方とは、なんていうかな、めちゃくちゃ盛り上がるとかじゃないんですけど、ゆっくりとじっくりとこれからもつながっていきますねっていう感じがあります。そして、昔のなんか関係性に関してはもういいみたいな、そんな感じがありますね。いいんじゃないでしょうか。ご自身が今自分がしっかりしてやるべきことをやるっていうのがメインなのでね、あまり惑わされないって感じが出てますね。うん。ということで、最後にもう一枚引かせてください。乙女座さん。はい。これはどうですか？ムーンライトということで、このカードを見て何か感じるメッセージがあれば、ぜひ皆さんの直感でメッセージを受け取ってみてください。どんな感じがしますか？不思議な感じがします、私はとっても。要するに、8月23日以降はね、お誕生日迎える方もいるし、なんか光が当たってくる、自分にどんどん注目が浴びるっていう感じがあるんですけど、それまでっていうのはすごく深いところで何かが揺さぶられるみたいな感じがあり、その揺さぶられることによって、本当の自分の強さだったりとか、望みっていうものが分かるよねっていうことです。なんか今振動しているみたいな感じがしますね。でも必ずこれは、この振動があるからこそ、余計なものはのけていって、本来の自分に戻り、本来の喜び、純粋な喜びっていうのが出てくるよって感じがしました。はい、ということでここまでにしておきます。もしよかったよとか分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、また次回8月末ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。